来週どこ行くかけらウィークの全フィールド解説。ジャスパルと申します。さあ今週もやってまいりましょう。来週どこ行く。今回はポケモンのピックアップが一切ない夢のかけらウィークボリューム2の全フィールド解説となっているんですが、木曜日金曜日で突然ラティアスリサーチとスキルピックウィークの情報が出てきたりなどもしましたので、今後のイベントも含めてどんなポケモンを狙いたいかとか、夢のかけらの期待値はどんなもんかとか、もういろいろ含めてトータルでお話ししていこうかなと思います。さあかけらウィークとスキルピックウィーク2週連続キャンペーン備えていきましょう。それでは参ります。ってことで全フィールド解説やっていくんですが、まずは来週何があるか確認して、再来週以降何があるのかもざっくりと確認して、そこから全フィールド解説に移っていきたいと思います。ってことでまず来週3月16日からの1週間は夢のかけらゲットウィークボリューム2が開催されます。そして水木金曜日にはニュームーンデーも開催されます。さらに1週間通して世界睡眠デー記念のご褒美スタンプ2倍がありまして、ミュウのミラクルスナップミッションも継続して開催されております。ってことでかけらウィーク、ニュームーンデー、スタンプ2倍、ミラクルスナップ、非常にねいろいろと重なっている1週間になっているんですけれども、基本的にやることとしてはエナジーを稼いで夢のかけらをたくさんゲットしようというものと、ミニアメブーストをしようというものになってるんじゃないかなと思います。夢のかけらウィークの詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。さあそしてかけらウィークが終わった瞬間から3月23日からの1週間はオンバットたちが登場するポケモンピックアップウィークスキルボリューム1が開催されます。一応略してスキルピックウィークなんてこの動画では呼ぼうかなと思います。こちらはスキルのポケモンたちがピックアップされてチャンス1匹確定、そしてミニアメブーストがあるというラティアスリサーチ前の準備キャンペーンというような趣が感じられますね。こちらも詳しくはこちらの動画をご覧ください。チャンス確定のあるキャンペーンとなるので、ここでしっかりと狙いのポケモンを探しておきたいといったところでしょうか。そしてこれまでの通例通りであればスキルピックウィークが終わって1週間間を空けてラティアスリサーチが始まっていくものと考えられます。思っているよりもすぐさまラティアスは来てくれるのかもしれませんね。ミュウと一緒にラティアスの寝顔を探しに行くとか、そういう感じなのかななんて思ってたんですけど、ミュウミッションが終わった後のストーリーってどのように進行していくんでしょうかね。スキルのポケモンが活躍するということなんですが、スキルウィークとの違いは果たしてどこまであるんでしょうか。このねスキルピックウィークの画像には謎の青いびっくりマークがありまして、トゲデマルのスキル発動可能ボーナスの色違いみたいなマークになっているので、これが意味するところとはという感じになってますね。ってことでラティアスリサーチに関してはスキルのポケモンが活躍するというかなりふわっとした情報しか現状はありませんので、一旦そんな中でどういったポケモンが活躍できそうなのかを探っていこうかなと思います。ラティアスリサーチに関して詳しくはこちらの動画をご覧ください。ってことでひとまずまとめると、来週はかけらウィーク、エナジーを稼いだりかけらゲットを駆使してかけらを稼いでミニアメブーストでポケモンたちを育成してラティアスリサーチなどを目指していきましょうっていう感じ。そして再来週はスキルピックウィークが来ますので、チャンス確定も活かして狙いのポケモンたちを探しつつ、ワンチャンスキルのポケモンの戦力も整えて、またしてもミニアメブーストを活かしてラティアスリサーチを目指しましょうっていう感じ。そして4月にはおそらく比較的すぐにラティアスリサーチが始まっていきそうなので、イベントの内容を予想しつつスキルのポケモンたちを活かしてエナジーを稼いでラティアスのゲットを目指しましょうという感じになっております。かけらを稼いでオンバットとかスキルのポケモンゲットして、稼いだかけらで育成もしてラティアスを探しに行くと、そういった流れが予想できますね。ってことで一旦このラティアスリサーチへ向けてどんなポケモンをゲットすると良さそうか考えながらかけらウィークの全フィールド解説やっていきたいと思います。例によって若草本島からやっていきます。なお今回ですね、夢のかけら期待値の超ざっくり頭打ちポイントなどという謎の造語が出てくるんですが、詳しくはこちらの動画をご覧ください。この動画は全フィールドの夢のかけら期待値についてざっくりと話しております。この動画見てもらえればわかるかなと思うんですけど、マジでざっくりとした私の主観で設定したポイント、頭打ちポイントとなるので本当に雰囲気です。そちらよろしくお願いします。
ってことでお待たせしました。夢のかけらウィークの全フィールド解説。そのフィールドは夢のかけらを稼ぐのに向いているのか、今後のイベントに向けてフィールドボーナスはどうか、どんなポケモンがラティアスリサーチで活躍しそうか、そんなことをイメージしながらご覧ください。一応来週は水木金曜日でニュームーンデーもありますので、ふんわり色違いのことを考えてもいいかもしれません。ってことで若草本島から参ります。若草本島は初心者でフィールドボーナスが他よりも高い場合に検討してみたいフィールドかと思います。若草のリサーチ超ざっくり頭打ちポイントは3億眠気パワーほどかと思います。体感2億眠気パワーくらいからぼちぼち眠気パワーを使い切れなくなってくる、そんな印象ですね。若草本島は全フィールドで最もかけらが稼ぎにくいフィールドとなっております。このグラフはリサーチ EXP 込みの夢のかけら期待値のグラフになってるんですが、黄緑っぽい一番下にある若草が、他のフィールドより下の方にいるっていうのがなんとなく伝わるんじゃないかなと思います。この理由は単純で、多くの星3ネガオが存在しないからでしょうね。眠気パワー消費の大きい星3ネガオがなかなか出てこないフィールドとなっているので、眠気パワーを使い切るっていうのが苦手なんですよね。ただしかけら稼ぎが苦手とは言っても、およそ2億眠気パワーくらいまでは EX 以外はどこのフィールドもほぼ差がない状況なので、2億眠気パワーだいたい200万エナジー以上をそれなりにスピーディーに稼げるようになった後ぐらいからフィールドっていうのは気にすればいいんじゃないかなと思います。それまではシンプルにエナジーが稼ぎやすいフィールドがかけらの稼ぎやすいフィールドということになるかと思うので、フィールドボーナスや手持ちのポケモンたちに合わせてエナジーの稼げそうなフィールドを選んでいくといいんじゃないかと思います。若草は木の実ガチャがある分、他のフィールドより事実上の難易度は高くなっちゃうんですけど、そこを上回れるくらいフィールドボーナスが上がっている場合はぜひ選択肢に入れてみてください。若草もね、昨年まではハロウィンやホリデーといった大きいイベントで若草限定開催が行われたり、マスター18に行くことで若草 EX の解禁があったりと、それなりにフィールドボーナスを上げておくこと自体に価値のあるフィールドだとは思ってます。厳選面ではね、ポケモンが多すぎてまともに狙えたもんじゃないと思うんですけれども、そのあたりも加味して検討してみてください。ちなみに若草以外はざっくり4億眠気パワーくらいまではビサという感じでしょうか。というにはさすがに差がありますかね。3億眠気パワーくらいまでは若草以外もビサという感じですかね。そんなかけら稼ぎには適さない部分も多いが、検討の余地は大いにある若草本島でした。続いてシアンの砂浜。シアンは特に初心者におすすめできるスキルのポケモンが多く出現する、そんな印象のフィールドです。画面にスキルのポケモンたちも表示しておきます。リサーチのかけら超ざっくり頭打ちポイントは4億眠気パワーほどかなと思います。シアンもね、ポケモンたちが増えてかなり保証が手厚くなりましたよね。カモネギより強い寝顔も来ちゃったんですけれども、それはさておき。シアンはね、かけら的にもそれなりに応えてくれるフィールドになっていますし、キモリ、ワシボンの木の実バースト勢だったり、コダック、ウソハチのエナジーチャージ勢など、エナジーに関するスキルを持つポケモンを比較的狙えるので、始めたての方はそういったポケモンでラティアスリサーチを攻略していくと、かなりエナジーが稼げる可能性があります。コダックもウソハチもなかなか癖が強いポケモンではありますし、ワシボンはシアンで強くて、キモリはラピスで強いと、フィールドの木の実に大きく左右されてしまうポケモンたちでもあるので、キモリを狙うんだったらラピスラズリコハンでフィールドボーナスも上げつつ、デデンネやラルトスなんかと一緒に狙ってみてはとも思うのでね。むしろかけらウィークではスキルのポケモン以外を探しに行く選択肢として考える方がいいのかなとは思ってます。かけらウィークはピックアップなしなので、シンプルに今狙っているポケモンを探してワンチャンミニアメブーストも絡めたいところですかね。次のトープ洞窟にはスキルピックウィークからオンバットが追加されますので、トープのフィールドボーナスを上げた方がいいのかっていうのもちょっと検討してみてください。そんなかけらウィークではスキル以外のポケモン狙いがおすすめになりそうなシアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープは夢のかけらゲットのポケモンを探すのにおすすめなフィールドとなっております。もうかけらウィーク始まっちゃうんですけどね。なので一層ラティアスリサーチでもスキルモリモリでかけら稼いだるくらいの気持ちで行くことにはなるんでしょうかね。
リサーチのかけら超ざっくり頭打ちポイントは4億と言いたいところなんですが、トープすやすやだけほぼ若草並みということなので、一応3億ってことにしておこうかなと思います。これはね、トープスヤスや最強の寝顔が炎帝を除くとウィンディで眠気パワー消費が少なめなのが響いてるんじゃないかなと思います。トープはかけらウィークが終わった直後、スキルピックウィークでオンバットたちが出現することになったので、そのためのフィールドボーナス上げも視野に入るでしょうかね。伝説リサーチ前での追加となるので、オンバットたちさぞイベントで活躍してくれる性能なんだろうなと思いたいんですけど、別にね、今までタイプウィーク前にタイプウィークで追加されたポケモンたちもめちゃめちゃ伝説イベント用という感じでもないかなと思うので、期待しすぎは禁物なのかなと思ってます。別の動画ではね、オンバーンはもしかして木の実バーストのポケモンなんじゃないみたいなことを言いはしたんですけど、まだアンバーを解放してない人にとってはドラゴン木の実バーストがあってもなぁみたいなところもあり、そもそもドラゴン木の実バーストなんて来るのかというところもあり、オンバーンがどれだけイベントで活躍できるかっていうのはマジで未知数かなとは思います。食材アシストとかだったとしても結局でかい料理作れないとそんなに強くもないだろうなとか思いますしね。あとね、進化も遅いんですよね、オンバーン。多分ね36レベルくらいになると思うんですけど。ってことでスキルピックウィークに向けてフィールドボーナスは上げておきたいものの、ラティアスリサーチに向けてっていう感じではあまりない気がするので難しいですねそんなね、かけらウィーク的にはこちらもスキルのポケモン以外を探しに行くことになりそうなトープ洞窟でした。お次、卯の花雪原。卯の花も基本的には始めたての方向けで、卯の花が得意なら選んでみてほしい、そんなフィールドの印象です。リサーチのかけら超ざっくり頭打ちポイントはおよそ4億眠気パワーほど。卯の花はシアンとトープのハイブリッドみたいな感じで、エナジーチャージのコダック、メリープ、木の実バーストのワシボン、夢のかけらゲットのゴクリン、リオル、ヒーラーのパモ、トゲデマルなどなどみたいな感じで、スキルのポケモンたちはね結構粒揃いな印象でなかなか悪くなさそうなんですよね。で、卯の花の木の実一致のスキルのポケモンとしてはオール得意のダークライが挙げられるかなと思っていて、オール得意の子でもしっかりとねスキル得意のボーナスも受けてくれるので、ラティアスリサーチをダークライと共に卯の花で駆け抜けようみたいなことをね考える方は、今のうちからフィールドボーナス上げておくっていうのも一つ手なんじゃないかなと思います。ダークライはねスキルが強化されると元気ダウンのデメリット部分も大きくなっちゃうので、なかなかメンバー選ぶんですけどね。それとラティアスリサーチで木の実がどうなるのかっていうのも未だに謎ではあります。かけらウィーク的にはね、ダークライでエナジーを稼ぎつつ立ち回ることもできるので、卯の花が得意であれば悪くない選択肢となってくれるんじゃないかなと思います。ニュームーンデーとミニアメブーストもありますので、追加でダークライを育成することもある程度可能かとは思います。そうでなくてもね、卯の花って卯の花にしか出てこないようなポケモンを狙いたい、そんなフィールドかと思うので、ピックアップなしのかけらウィークとも一定の相性の良さは感じてます。そんな感じでね、とても悪くないフィールドではあるんですが、次のラピス以降がスキルのポケモンの選択肢とともに非常に優秀な部類になってくるなと思ってるので、やはり卯の花が得意かどうか、そして卯の花で狙いたいポケモンがいるのかで選んでみてください。卯の花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスはフィールド木の実一致の優秀なスキルのポケモンが多くて、ラティアスリサーチの選択肢としては現時点ではかなりおすすめできそうなフィールドという印象です。リサーチのかけら超ざっくり頭打ちポイントは4億眠気パワーほどでしょうかね。次のゴールドから1段階上がるんですけど、シアンからラピスまでって大体一緒ぐらいだったりします。シアン、トープ、ウノハナも本当に悪くないフィールドだと思うんですけど、ラピス以降がねちょっと優秀すぎる気がしてるんですよね。というのも、まずラピス、かけらウィーク的な話をすると、ルカリオ、ムシャーナと木の実一致のかけらゲットのポケモンを無理なく採用できますし、ピックアップなしの時にこそ狙いたいミニリュウやヌイコグマみたいな貴重なポケモンも登場しますし、特にミニリュウは万が一ラティアス・ラティオスのスキルがドラゴンタイプの種類を
参照するお手伝いブースト的なものだった場合、またね、さらに重要度が上がりかねないなとも思ってますし、しかもミニアメブーストも控えてるし、翌週もミニアメブーストがあるということで、かけらウィーク中にミニ竜をゲットしてもギリ間に合ってるんじゃないかな感があります。他にはね、直近でピックアップになっていたキモリだったりアチャモが活躍できるフィールドでもあるので、たんまりゲットしたアメで一気に育成すればフィールド攻略でも大活躍してくれるだろうみたいなところで、本当にね、いろいろと隙がないなと思ってます。さらにラティアスリサーチのことを考えても、草タイプの木の実バーストキモリだったり、最強ヒーラーのラルトスだったり、最強のお手サポ使いにもなれるラルトスだったり、ある意味エナジー系スキル最強のデデンネだったり、もっと言えば伝説の木の実バースト使いクレセリアまで用しているので、めっちゃ相性良さそうなんですよね。本当にね、押村区はスキルピックウィークでオンバットたちが出現しないフィールドとなっているので、ラピスをラティアスリサーチのフィールドとして仮置きするのであれば、このタイミングとかで行ってフィールドボーナスを上げておきたいところかななんて思います。もしね、比較的簡単に3億4億眠気パワー稼げるリサーチャーの方は、ルカリオとかがいればね、以降はルカリオとかでかけらを集める方にシフトしつつ、スキルピックウィークの準備に途中から取り掛かっちゃうなんていうのも良さそうだなと思うので、本当にね、いろいろな要素が噛み合っている今回一のおすすめフィールドと言っていいんじゃないかなと思います。マジでね、ラティアスリサーチで木の実がどうなるかだけ先に教えてほしいですよね。本当に万が一ラティ兄弟とエスパータイプが相性がいい可能性もあるので、手持ちのポケモン的に相性良さそうであればラピスラズリコハン検討してみてください。ってことで、かけらウィーク的にもラティアスリサーチ的にも相性が良さそうなラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド急発電所。ゴールドからはかけらの期待値が他のフィールドより1段階伸びしろがあるので、特にエナジーを稼げるリサーチャーの選択肢としておすすめできるフィールドです。リサーチのかけら超ざっくり頭打ちポイントは、それまでのフィールドから1段階上がって5億眠気パワーほどでしょうか。特にゴールドウトウトは6億眠気パワーくらいまではかなり使い切ってくれそうな期待感がありますね。こちらもスキルピックウィークではオンバットたちが出現しないフィールドになっているので、今フィールドボーナスを上げておくっていうのはラティアスリサーチに向けて的な意味合いが大きくなるかもしれませんね。スキルのポケモンとしてもメリープ、プラスルマイナン、デデンネ、パモ、なんならサンダースなど優秀な電気タイプが非常に多くおりますし、扱いは難しいんですけど、もしかするとラティアスリサーチで活躍できるかもしれない不安定にゴールド木の実一致木の実バーストのミミッキュがいたりと、一応ね、こちらもスキル的には粒揃いのメンツが揃ってるんじゃないかなと思います。ゴールドくらいからはね、シンプルにフィールドの難易度もめっちゃ上がりますし、かけら的なところで選ぶのであれば5億以上とか稼げるリサーチャーの候補になってくるかと思うので、ミミッキュやパーモット、トゲデマル、ライコーとかラティアスリサーチでゴールドを視野に入れられるメンツを育成されてる方は検討してみてくださいっていう感じになるでしょうかね。ちなみに一応ね、スキルのポケモンが結構多いフィールドとなっているので、もしかするとラティアスの羽毛集めが得意なフィールドになるかもしれません。そんなどちらかというと熟練のリサーチャー向きなゴールド急発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーはゴールド同様、エナジーが稼げるリサーチャーにとってはかけらが集めやすくて、翌週のオンバットたちのためにフィールドボーナスを上げる選択肢も魅力的な、そんなフィールドかと思います。リサーチのかけら超ざっくり頭打ちポイントは、ゴールドと同じく5億ほどでしょうかね。アンバーにもタツベイというアメブースト主体系のドラゴンタイプが存在しますので、タツベイを狙ってもよし、ラティアスリサーチに向けて石住まいやヘラクロスを狙ってもよしという素敵なフィールドかなと思います。翌週のスキルピックウィークではオンバットたちが出現しますので、タツベイだったりバケッチャみたいなポケモンは今のうちに狙っておきたくもありますね。本当にね、ラティアスリサーチに関してはオンバーンが活躍する可能性があったりとか、ラティアス自体がドラゴンタイプで何かしら活躍してもらえるという可能性はね、秘めているかなと思うので、しっかりとフィールドボーナスを上げておいて、比較的すぐに訪れそうなラティアスリサーチに備えておくというのも悪くなさそうだなと思います。
そんなね、オンバットやラティアスを見据えた選択肢として優秀そうなアンバー渓谷でした。最後、若草 EX。EX もなかなかおすすめできるフィールドだなと思っていて、かけら面、フィールドボーナス面、どちらでも検討の余地があるフィールドかと思います。リサーチのかけら超ざっくり頭打ちポイントは10億眠気パワーほど。ぐっすりだけはね、若干期待値低めになってるんですけど、もう本当に10億眠気パワーくらいまではしっかりと眠気パワーを使い切れそうなポテンシャルは備えてくれているみたいです。どうやらね、最終枠のポケモンが5億眠気パワー近く使えたりするらしいので、まあはちゃめちゃにエナジーを稼げる方にとってはかけらウィークは EX 一択だったりしますでしょうかね。なおね、3億眠気パワーくらいまでも他のフィールドよりかけら期待値が圧倒的に高いっていうのも魅力的で、多少のデバフがあったとしても他のフィールドよりかけらが稼げる可能性があるので、そこまでエナジー稼げないよっていう場合でもちょっとね、注目してみてください。ポケモンの厳選に関してはなかなか特定のポケモンを狙うというのは、まあ絶食枠のポケモン以外は難しいんじゃないかなと思うんですけど、かけらウィーク期間はニュームーンデーも重なるので、色違いのポケモンに出会える可能性はわずかに他のフィールドより高いはずですね。色違いが欲しいポケモンのお香などをお持ちの場合はそういう観点で選んでみてもいいかもしれません。で、ラティアスリサーチにおいても、色違いラティアスを狙う場合には EX の力を借りたいということになるかもしれないので、フィールドボーナスを上げて準備する価値もありそうです。そんなかけら稼ぎのポテンシャルが高く、色違いもワンチャン狙える若草 EX でした。といった全フィールド解説でした。いかがでしたでしょうか。今回ね、いろんな不確定要素がある中で先々までなんとなく予想してフィールド決めていくことになるかと思うので、まあむずいよねひとまずね、全フィールド解説やってみてのおすすめはやっぱりラピスかなと思いました。非常に話しやすかったですね本当にいろんな要素が噛み合ってそうなのでおすすめできそうだなと思いました。で、私もね、実はムシャーナ育てているのでラピスラズリコハン行きたいところではあるんですけど、まだアンバーのフィールドボーナスが上がりきっていないというのと、動画投稿者ということもあり、さすがにね、スキルピックウィークはオンバットたちの出てくるアンバーに行くかなということで、一旦アンバーのフィールドボーナス上げに努めるという、そんな今まで通りな1週間になるかもしれません。もうちょっとね、考えたいとは思うんですけれども、ぜひ皆さんのかけらウィークに行きたいフィールドと、ラティアスリサーチで行きたいフィールドも、現時点での印象でいいのでね、教えていただけますと幸いです。いろいろとね、考察し合いながら、ラティアスリサーチまで駆け抜けていきましょう。そんな、夢のかけらゲットウィークの全フィールド解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。なんとか土曜日には出すことができました。本当にいつも応援ありがとうございます。それではね、来週はかけらウィーク、ニュームーンデー、ミューミッション、スタンプ2倍と盛りだくさんの1週間となってます。スキルピックウィークに向けても準備しつつの1週間楽しんで乗りこなしていきましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。